You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、ユネスコ世界文化遺産に登録されている、京都府宇治市、宇治山田にある、宇治上神社を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが、実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。宇治上神社。宇治上神社は、京都府宇治市、宇治山田にある神社。式内社で、旧社格は孫社。隣接する宇治神社とは対をなします。式内社とは、平安時代に、どのような社格が定められていたかがわかる資料として、延喜式があります。延喜式に掲載されている神社の数は、2861社あり、これらの神社は、式内社と呼ばれ、格式の高い神社とされていました。また、平安時代における神社の数は、約3万社あり、そのうちから、式内社、2861社を除いた神社を、式外社と呼ばれていました。旧社格とは、明治維新以降、延喜式に倣って、新たに神社を等級化した制度である。第二次世界大戦後に廃止されましたが、旧社格などの名称で神社の格式を表す目安とされています。また孫社とは、府県社、郷社、孫社に分類される諸社を指します。さわらびの道。さわらびの道の名称の由来は、紫式部作、源氏物語のさわらびは、橋姫、志賀本、揚巻、宿り木、東屋、浮舟、影楼、手習い、夢の浮橋とともに、宇治十条と言われ、さわらびゆかりのさわらびの戸籍に由来しています。宇治十条とは、源氏物語の歳末日にあたる、第3部のうち、後半の橋姫から、夢浮橋までの十条の総称です。主人公、薫大将と、宇治の八の宮の娘、大君、中野君、及び浮舟との交渉が語られ、主として、宇治の地を舞台として、物語が展開するのでこの名があるとされています。宇治上神社のうさぎ。宇治という地名は、かつて、都道、うさぎの道と書いて、宇治と読んでいました。これは、宇治の脇平津子が、河内の国、現在の大阪府東部から、この地へと向かう際、道に迷った時に、一羽のうさぎが、目の前に現れて、何度も振り返りながら、安住の地へと導いた伝説に、由来していると伝えられています。拝殿。宇治上神社の拝殿は、鎌倉時代前期の造営で、神殿造りの遺構と言われています。1902年、明治35年7月31日に、古社寺保存法に基づき、特別保護建造物に指定。1950年、昭和25年の文化財保護法施行により、重要文化財に指定され、1952年、昭和27年11月22日に、国宝に指定されています。切妻造り、檜皮葺き、桁行き6軒、播磨3軒の主要部の左右に、各1軒の庇を付しています。桁行き6軒のうち、向かって、左端の1軒は、柱間が狭く、隣接する庇部分とともに、閉鎖的な一室を構成しています。柱間とは、伝統的な日本建築において、仏道、社殿などの柱と柱との間のことを指します。
建物右端のひさし部分も一室となり、これらに挟まれた中央の桁行き5軒、播磨3軒分を広い一室としています。桐原水。桐原水とは、宇治七名水の一つで、京都府宇治市の宇治上神社内にある湧き水である。宇治七名水の一つですが、現存する最後の一つとなっています。宇治茶は、室町時代に栄え、その宇治茶の象徴として、宇治七名園が作られました。その際、お茶に、不可欠な水にも、宇治七名水が定められ、公文水、法華水、阿弥陀水、桃代月、泉殿、向上水、そして、桐原水を合わせた合計7つの名水を、宇治七名水と呼ばれ、桐原水はそのうちの一つに数えられました。現在、他の6名水は失われましたが、この桐原水だけが、今なお枯れることなく、湧き出しています。摂社、春日神社。春日神社は、宇治上神社の摂社です。祭神、竹三日月の御事、雨の子屋根の御事を祀っています。社殿は一軒社流れ造りで、檜皮葺き。鎌倉時代後期の造営とされています。摂社とは、本社に付属し、その祭神と縁故の深い神を祀った神社です。本社と末社との間に位置し、本社の境内にあるものを境内摂社。境外にあるものを、境外摂社と言います。宇治上神社の歴史について、応神天皇の離宮跡地に社殿を作ったことが始まりとも言われ、様々な説があるほか、その歴史から建築の移り変わりの資料としての価値も高いとされ、源氏物語宇治十条に登場している、八の宮邸の跡地とも言われており、源氏物語の世界観が広がっています。父親の応神天皇と、異母兄弟の宇治の脇平津子、仁徳天皇の三柱には、兄弟間で皇位を譲り合い、果ては自殺をしてしまうという悲しい逸話が残されています。宇治上神社は、本殿は平安時代後期に造営されたとされ、2004年、平成16年2月の奈良文化財研究所や宇治市などによる年輪年代測定調査では、本殿は1060年頃のものとされ、現存最古の神社建築であることが裏付けられました。宇治上神社の本殿は、1902年、明治35年4月17日に
古社寺保存法に基づき、特別保護建造物に指定。1950年、昭和25年の文化財保護法施行により、重要文化財に指定された後、1952年、昭和27年3月29日に国宝に指定されました。拝殿については、鎌倉時代前期の造営とされ、1902年、明治35年7月31日に、古社寺保存法に基づき、特別保護建造物に指定。1950年、昭和25年の文化財保護法施行により、重要文化財に指定された後、1952年、昭和27年11月22日に、国宝に指定されています。ユネスコ世界文化遺産、氏神神社は、古都京都の文化財として、構成資産17件からなる、ユネスコの世界遺産リスト登録物件、文化遺産として、1994年、平成6年に、日本で5件目の世界遺産として登録されました。ユネスコ世界文化遺産とは、1972年のユネスコ総会で採択された、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約、世界遺産条約に基づいて、世界遺産リスト、世界遺産一覧表に登録された文化財、景観、自然など人類が共有すべき、顕著な普遍的価値を持つ物件のことで、移動が不可能な不動産が対象となっています。慣例的な用法として、その中の文化遺産を世界文化遺産、自然遺産を世界自然遺産と呼ぶことがあります。本殿。本殿は、正面一軒の流れ造り、内戸の三棟を並立させ、それを流れ造りの覆い屋根で覆った特殊な形式となっています。建立年代については、カエル股の意匠及び、組物などの細部の特徴から、平安時代の後期に造営されたものとみられ、現存する神社本殿としては、最古の建築物です。内殿は、左戸の向かって、右に、氏の脇平塚、中殿に、王神天皇、右殿、向かって、左に、仁徳天皇を祀っています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。